YouTube 始めたばっかりだし、もう少し行ってみようかな。ちょっと気合い入れて。この岩なんかも濡れてますよね、だいぶ。よし。ああ。こんにちは。実際どうなの調査隊です。今回は真鶴三石は初心者でも本当に歩いて渡れるのということで、実際に現地へやってきました。到着したのは午後2時です。今日はこの時間でも初心者が歩いて渡れるのか調査していきます。実はこの撮影の前日の夜にも一度来ていました。事前に場所を確認しておこうと思ったんですが、周辺はかなり暗く、ネットの情報だけでは入り口がどこなのか分かりませんでした。そこで翌日改めて調査に来ています。少し歩くと三石周辺の案内板とマップを発見。初めて来る方はこの案内板を確認すると分かりやすいと思います。この海岸は三石海岸と呼ばれ、潮が引くと沖にある三石まで歩いて行けることで知られています。またこの周辺は磯遊びや自然観察を楽しめる場所としても人気があるそうです。海岸の砂は貝殻や溶岩が砕けてできたシェルサンドなんだそうです。さらにこの周辺は相模湾でも有数の生き物の宝庫で、条件が良ければ100種類以上の磯の生き物が見られるそうです。潮が大きく引く日には普段は海に囲まれている三石まで歩いていけるそうです。つまり渡れるかどうかは潮の時間帯が重要ということです。ちなみに今回は初心者ということで潮見表を確認せずに来ています。私自身も磯遊びはほとんど経験がありません。この場所には遠藤貝類博物館もあります。わあ、すげえ。展望台みたいなね。目の前には相模湾が広がっていて、とても景色が綺麗でした。わあ、すげえ、あれだ。おお、すげえ。見て、ほら、渡れんの。あれが今回の目的地、三石です。果たして本当に歩いて渡れるのでしょうか。あそこで磯遊びができるんだよ。すごい。海岸までは長い階段を降ります。階段はしっかり整備されていて幅もあるので、人とのすれ違いは問題ありません。ただ場所によっては階段の手すりがあるところとないところ、ロープだけのところもあります。足元を確認しながらゆっくり降りるのがおすすめです。はーい。ここ結構下るね。思っていたより海岸まで距離があります。運動不足にはちょうどいいかもしれません。結構あるね。ここは真鶴半島の最南端。景色を楽しみながら海岸へ向かいます。密漁防止の看板もありました。ルールを守って楽しみましょう。伊勢エビ、貝、海藻類はどっちだっけ。
木々の間から三石が見えてきました。あれいろんなもん釣れそう。目魚もいそうだね。ああ、なるほどね。そこが流れ込みを発見しました。早速向かっていきます。歩いている途中、なんだかパワースポットのような雰囲気です。木々に囲まれたこの道はとても神秘的。歩いてるだけで心がワクワクするような空間ですね。あ、トイレあるね。途中にトイレがあります。今回は利用していないので中の様子は分かりませんが、場所は確認できました。トイレを過ぎると少し草むらの中を歩く道があります。足元が見えにくい場所もあるので気をつけて進みましょう。ここ少し歩きにくいな。ついに海岸が見えてきました。ああ、すげえ。目の前には三石と綺麗な海が広がっています。いいね。こういうことね。はい。この周辺は磯遊びやシュノーケリングでも人気のスポットです。潮が引くと様々な海の生き物を観察することができます。相模湾は水質が比較的きれいなことで知られています。天気がいい日は海の透明度も高く、とてもきれいです。最初の流れ込みにやってきました。海水が流れ込んでいて、ここだけでも小さな生き物がいそうな雰囲気です。こういう場所は足元が滑りやすいので注意しながら進みます。おっと、何か動いています。ヤドカリでしょうか。早速海の生き物を発見しました。ここにカニもいますよ。口元をブクブクさせているカニも発見しました。それでは実際に磯に入っていきます。水も澄んでいてとても綺麗です。ここ深いの？私が歩いた場所では水深はふくらはぎより少し浅いくらいでした。ちょっと行ってくんね。ただ場所によって深さは変わるので足元を確認しながら進むことをお勧めします。一度水を渡りましたが、まだ目的地まではもう少しあります。このまま三石まで歩いていけるのか、さらに進んでみます。貝の粉かな。普通のところより貝殻が多いね。かなり足元滑るんで、気をつけないと。あ、もうこんなとこにいる。ちょうど
こまで来ましたが、思っていたより波があります。正直この時点ですでにちょっとビビっています。ちょうど波と波がぶつかっているんだな。この先へ行かない理由を考え始めました。これ今午後2時なんですけど、これ以上先行くと今日は危なさそうですね。で普段は歩いて行ける時なんかには釣り人なんかも向こうでいるみたいです。ここもう行けないの？はい。途中で潜っている人を発見しました。綺麗なので魚がはっきりと見えそうですね。ここでもまだ行くか行かないか悩んでいます。無理をすれば進めるかもしれません。でも少しでも危険だと感じたので、今回はここで引き返そうか悩んでいます。 YouTube 始めたばっかりだし、もう少し行ってみようかな。ちょっと気合い入れて、よいしょ。でももう波がこっちに押し寄せてきてるんですよね。こっちもあっちも。もうそろそろこの辺全体が埋まって歩けなくなるんでしょうね。そこの岩なんかも濡れてますよね、だいぶ。よし、引き返します。よいしょ。お、でっかいカニいる。こうしてる間にも波が押し寄せてきて、だんだん水位が上がってきてますね。戻らないと。夢中になって時間に気づかずに遊んだりしていると危ないですね。小学生とかはこっちよりもう少し浅い磯遊びのできる場所の方がいいかもしれないですよね。よいしょ。ここら辺から先はだいぶ浅くなって波も少し離れた場所で打っているので、そこも見てくださいこれ。カニがなんか食べてる。この時私はこのカニが後でどうなるかを知りませんでした。足をがっちり挟まれてますね、あれ。もうあれは逃げられないな。これじゃあ食べるのかな。魚があんまり見当たらない。引き返る途中にも生き物が周りにいないか確認しながら戻ります。
餌に困ってるのかな。じゃああのカニも食べられちゃうんだ。干潮は午後1時だったので、午後2時頃ならまだ渡れるかもしれないと思っていました。ですが実際に来てみると、私には渡れる状況ではありませんでした。魚がいないんだよな。今回の調査では午後2時頃に初心者が安全に渡れるとは言えないという結果になりました。悔しいですが今回はここまでにします。ですが海の透明度や景色はとても素晴らしく、歩いているだけでも十分楽しめました。ここら辺は何かいそう。カニはいるんだよね。カニは今日34度なんですけど、この波打ち際は涼しいですね。これでもここで2泊3日ぐらいサバイバル生活してみても面白いな。カニしかいないけど、本気で岩をどかして食べ物を探すだろうな。今息子と動画を編集しているんですやってが、みようかな。サバイバル生活2泊3日のことについて聞いてみました。やってみたいと思います。もうそうなったら潜るな。あっちの人みたいに。あの人たち潜ってるけど何か取れてんのかな。あの辺なんかも潜ったら意外と僕は釣りの餌を確保します。いそうだよね。ここ来るまでの途中は暑かったですね。全体的に浅いのかな。若干この辺りから今回は三石まで渡ることができませんでしたが、初心者目線だからこそ分かったこともたくさんありました。この動画がこれから訪れる方の参考になれば嬉しいです。日曜日になるとこの辺は大勢の人が磯遊びしてるらしいですよ。余談ですが、このチャンネルを始めて間もないのにもかかわらず登録者数が10人を超えました。登録してくださった方の皆さん、本当にありがとうございます。正直最初は見てもらえるか不安でしたが、励みになっています。ああ、もうでもすぐそこだ。意外と楽だな。私自身 YouTube もまだまだ初心者なので、編集や話し方など至らない点も多いと思います。だからこそここはこうした方が見やすい、こんな企画を見てみたい、もっとこうすると面白くなるなど、どんなことでも構いませんので、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。
まだ半分ぐらい。ここじゃなかった。そうだそうだ、これ見た。このチャンネルは皆さんからいただいた調査依頼やご意見を参考にしながら一緒に育てていけれたらと思っています。これからも実際に現地へ行って実際どうなのと思うことを自分の目で見て自分で確かめてそのままお伝えしていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の調査でお会いしましょう。今度こそ、ゴール見てきたよ。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。